10の塚田しおりです。よろしくお願いします。やらないみたいな感じだったんですよ。本当に味がしないとあ、もしもしあ、もう行くのみたいなハロー皆さん、ジュンラブジョイです。今回の With Love and Joy のゲストさんははい、10の塚田しおりです。よろしくお願いしますありがとうございます。ありがとうございます。私が先にこうフォローして、はい、すっごい久しぶりに自分から女優さんフォローしました。ツイッター。光栄です。光栄です。光栄です。いや、なんかすごい素敵だなと思って。だから逆に今なんでここにいんのかよくわからない。この番組は趣味と宣伝的なものをするのが好きから、いい宣伝になれたら出演してくれてありがとうございます。こちらこそ呼んでいただいてありがとうございます。ありがとうございます。死ぬほど緊張してます。うわ大丈夫。よろしくお願いします。お願いします。なぜこの業界に入ったんですか？きっかけは？きっかけはでも最初は全然興味なくて、業界にお金がちょっと厳しくなってきちゃって、自分の生活が、でなんか高収入のお仕事を探そうって思った時に、今の事務所のサイトを見つけて行って、ただその事務所なんですけど、ちょっとそこまでやるつもりはなくて、撮影会とかあるじゃないですか、そういうのをやろうと思って行ったら、もうやらないって言われて、で、まあそう言われたんならじゃあみたいなここまで来て、まあでもその時聞こえ方悪いかもしれないけど、結構断れない女みたいな、結構流されちゃう女だったから、それもあって、あ、そうやって言われて嫌ですって言えなかった。なんかこれすごい、捉え方によってはすごいこれやばいこと言ってる感じになるけど、そうでもそこで嫌ですって言えなくて、ああでもそっか、じゃあやってみるかみたいな感じで流れに身を任せてたら、そうでもその日にじゃあこの日に宣材写真撮りに行きましょうって決めて、そっからもうトントン拍子でなっちゃったみたいな。例えばその聞かれた時になんかノーというか嫌って言ったらどういう風になりそうだった？あ、でも全然女の人が面接っていうかそのお話をしてくれてて、やらないみたいな感じだったんですよ。本当にもう超ラフなで、全然まあ別に嫌だったらいいんだけどっていう感じで、圧力とかそういう重たい雰囲気とかは全くなくて、で事務所も結構もう明るい空間、全然普通のビルみたいなとこだったから、別に全然嫌ですって言えたんだろうけど、ああそっか、じゃあはいみたいな。本当？わ本当にもう、あ、じゃあはいみたいな。わあ、本当のこと言ってほしいけど、なんか本当に海外までファンめちゃくちゃ多い。私多分フォロワー、ツイッターのフォロワーも大体海外の方、いや愛されてますよ。そういやすごい、なんかそういうで入ってなんかすごい、わあびっくり。でも何年前でしたか？今年で丸8年。いやそうなんです。きっかけもちょっとだけ全然興味なくてなんならまあエッチなことは好きだったけど、もともとお金に困っててそういう仕事探してたから、お金がある程度貯まって生活がちょっと整え始めたら、すぐ辞めようぐらいの気持ちだったのに、気づいたら8年すっごい本当。結構その業界のイメージはなんか無理やりされてやれないとなんか分かんない、罰金とかなんか怖い人いるみたいな、すごいなんかラフな感じで、そう全然軽い気持ちでピョンって入ったら、もう思いのほかめちゃくちゃ楽しくて、本当？それでやめられなくなっちゃった感じ。じゃあ最初はそんなに興味なかったけど楽しかったからどんどん。そうあ、よかった。オッケー。それ切ってちょっと心が安心した。オッケー。だから逆に言うと楽しくないと8年もできない。確かに本当に。でこれぐらいファンがいて別に引退しても多分すごい応援してくれると思うから好きじゃない。違う。いやちょっと不安で。本当に海外の方と日本人もしおりつかなさんインタビューしてほしいってコメント来ます。嘘。本当3日間前。ジュンさんみたいな大きいお尻人インタビューしてほしいで、しおりつかなさんしか考えられない英語で。ありがたい。いやありがとうございます。ありがとうございます。本当に。最初
初は撮影会とかしたんじゃないですか、うん、それは今の名前で？撮影会もなんか結局はそのデビューしてから始めたので、はい、名前はずっとこの塚田しおりでデビューしてからずっと変わってないです。あ、わあ、8年で、あ、よかった。よくなんか長くやるとなんかいろんな事務所から移籍して、そうですね。そう、なんかそこも結構名前にこだわりがあるっていうか、こだわりっていうか、多分まあ名前を変えてずっと活躍してる女優さんもいるんで、全然それはそれでありだとは思うんですけど、やっぱ塚田しおりってなって塚田しおりで好きになってもらってるから、名前はできるだけ変えたくなくて。いや、いいですもんね。そうで、事務所もこれ言うとあれだけど、事務所も辞めたいなって思った時もあったの。今の事務所を辞めて違うとこに行きたいなって思ったこともあるけど、塚田しおりって名前を捨てたくなくて、そうちょっと残ったみたいなとこ。あ、でもめっちゃいいとこです。いいよ、めっちゃいい事務所。これも純もいます。同じことありました。そう、辞めたいなと思ってたけど、名前はどうしてもキープしたいから、同じ気持ちに同感とか。そう、全然それカットしても大丈夫から。あ、全然使ってください。いいよ、いや、OK、Thank you。デビュー作はどんな感じでしたか、現場は？デビュー作でもこのインタビューするにあたってちょっと思い出そうと思って、ちょっと思い出してたんですけど、はい、もうあんまり覚えてないっていうかどういう気持ちでやってたかあんまり覚えてなくて。ただ多分そんなに緊張はしてなくて、はい、宣材写真撮ったりとか、あといろんなメーカーさんにこう自分を営業しに行ったりとかするじゃないですか。でその時に全裸じゃなくてもおっぱいまで見せたりとか、それまでいろんな場で脱いでて、一番最初に人前で脱いだのが宣材写真撮る時だったんですけど、その時はめちゃくちゃ恥ずかしくて、ただきっとこの人たち裸見慣れてると思って、まあそういう仕事、そうマネージャーとかも多分人の裸死ぬほど見てるだろうなと思ってってなった時に恥ずかしがってる自分が恥ずかしいと思ってそこレベルがそう多分みんなもう恥ずかしがってる女なんて死ぬほど見てるだろうからそこで恥ずかしがるの逆に恥ずかしいなって思って割と思い切ってバッて脱いで写真撮ってもらったりとかしてた段階をすごい踏んでたからそれもあってその作品の中で脱いでもあんまり緊張しなかったし、逆に多分今まで経験したことがない結構知らない世界をずっとこう見続けることになるじゃないですか、デビュー作って、だからずっとふわふわしてたっていうか、冷静ではあったけどどっか他人事みたいな感じで進めてたかも。だからあんまり、でも気持ちよかったけど、ああこんなに気持ちいいなんてとかなんかそういう感じにもなれず、なんかしてるみたいなでもすごいもう何人インタビューしたかちょっと覚えてないけど、すごい初めてこういう答えでやった素敵いやなんかいっぱい女優さんいるから、なるべくこうみんなが言ってないことを言いたいって本当のこと聞きたいから。でも実際にやっぱ他の子のインタビューとかもやっぱ見させてもらって、もう本当にもう忘れられないですとか、あんま緊張しなかったっていう子はいっぱいいたけど、でもいやちょっと忘れそうだなみたいななんかやばいっていう。でも8年前、そう19歳だったから。わー、オーマイガー。でも本当に多分今の撮影の方が緊張してる本当にでも忘れられそう緊張しても。そう確かに多分もうちょっと経ったらなんかしたっけあの時やだ大丈夫、いい動画作ります他の人の忘れられないぐらいあ、塚田さん大好きとかありがとうございます思ってもらいたいですじゃあ19歳にデビューしたということで前なんかやってた仕事特になかったんですか？もう大学生だった。おー、わー、2年生？1年？あ、でも1年で行かなくなっちゃって、ちょっといろいろあって、行かなくなって、で、そこでやっぱ自分で稼がないといけないなってなって、それで高収入の仕事を探し始めて、でそうなった時にやっぱ大学行ってる場合じゃないなってなっちゃって、そうすごいちゃんと勉強してたんだけど、それで自分で働きたいなって思ったからそのまま
辞めちゃって、だからこの仕事始める前になんか特別な仕事してたとかはないけど、この仕事やりながらアルバイトはしてました。あ、アルバイト聞いていいね。普通のカフェで。あ、素敵。あ、店員さん。そういらっしゃいませって言ってエプロンとか。エプロンあ、いいね、いいね。イメージできる。いいね。素敵。あ、いいね。コーヒー出してた。じゃあもともとそういうなんかあんまり興味なかったっていうのはあってますよね。でもなんか先生とか性に明るい感じでしたか？エッチなことはめちゃくちゃ興味あった。オッケーオッケー。性癖聞いていいんですか？性癖ありますか？性癖はでもが好きで。あ、本当？意外。嘘。が大好きで、まあ飲みたいし、最近気づいたのがゴムつけてしてる時になんかゴムの中にこう出すことあるじゃないですか。その時にゴムをこうやって取ってこうやってこうやって飲めば飲めんじゃんって気づいて最近それにハマってる。それいつから好きになりました？はでも初体験が18ぐらいで、それぐらいの時にこう舐めたり舐めてこう出してあげたりとかしてたんですけど、その時から飲んでたかも。わあ、でも好き。でも私も好きですよ。そう、でも好きとかはあんまり思ってなかったけど、でもなんか飲んでた。別に飲めって言われてない。もう目の前にティッシュあるけど飲んでた。最高。そうこうやって出してくれてるのにってしてた。質問に書いてないけど、なんか NG ありますか？なんかどういうものを取るのが好きですかって書いてるんですよ。で、あ、全部好きとか言う子いるから、あ、じゃあ逆に何が好きじゃないですか。でみんな大体苦手とか。まあね、人によるから。でも私好き。たまにやっぱ人によって味が全然違うじゃないですか。で、味がしない匂いもないっていう人たまにいるんですよ。私はもうそれが許せないんです。本当？逆に？そうなんかたまにその無味無臭がいいっていう子いるけど、私はもう真逆で、もう味がしないと美味しくないんです。ほんま？そう。じゃあ美味しいとは何？苦くて、でなんか塊みたいにドロってしてるやつよりかはサラサラってしてる方が好みだけど、味は苦い方がでも合ってると。確かにサラサラの方苦い。イカ臭いのはちょっと私嫌いになった。へえ。コスモスさんとかそういう極のもの。いや、私極ものも少ないし、本当？ぶっかけもやったことないんですよ。8年で？そう需要ないの、ぶっかけの。みんなおっぱいに出して。あ、ちょっとオッケーオッケー。ごめんなさい。そうやりたいんだけど、6人とかなんかそういう絶妙に少ない人数のぶっかけはあるけど、もう私はもう顔が真っ白になるまでやってみたい。イエス。そう皆さんぜひメーカーさんに提案してください。お願いします。なんか体にいいらしい。でもどうなんですかね。でもだってお腹壊すから絶対違う。そう、私15人ぐらい飲んで壊した。ですよね。でも私からやりたいって言って極のもの取ってくれた。すごいハッピーだったけど。まあね、代償っていうか大変ですよね。はい、トーク以上となっております。はい、インタビューです。ありがとうございます。すいません。現場でハプニングとかありましたか？いや、多分いっぱいあるけど、なんだろう、最近ここ3年前くらいの話かな。台本があって、私は人妻で旦那さんがいて、そう旦那さんのお兄さんとやっちゃうみたいな、宝映像みたいな。まあそういう作品に出た時に旦那が出張に行ってる間にお兄さんとそういうことをします。でその間に電話がかかってくる、旦那さんから。台本に書いて。そうで電話がかかってくるから、最初は出てて、そしたらお兄さんがちょっかい出してくるから、それをうまくかわしてっていうか、その我慢しながら電話出てみたいな。ですごい何回もかかってくる、もう5分に1回ぐらいかかってくるから、それ出てて、でただ最後もうやられまくって、最後もう一回かかってくるけど、その全部終わった後にしつこい旦那さん。そうすげえ電話かかって最後に電話かかってくるけど、そこはもう放心状態になってるから出ないでって言う。なるほど分かりましたっつってやって、
で基本的にあんまりカットしないでこうやってたんですけど、もう瞬間気持ちよすぎて真っ白になっちゃって頭パーンになっちゃって電話出ちゃった最後あもしもしあもう行くのみたいなでもうだって使っちゃ出なくてよかったんだけどみたいなあやばいわごめんなさいこいつ気持ちよすぎて電話出ちゃって忘れちゃったって、なんか最近台本を、その飛ばすことが多くて気持ちよくて困ってる私も1回その経験あったのでも、本当に気持ちよくなってる塚田さん撮ってるから、でも次なんだっけって思いながらそうだしずっとこう地上っぽく攻めててで、基本的にずっと塚田さんがリードしといてって言われたのに、もう瞬間にもう動けなくて結局腰振ってもらうっていうことがすごく多くてもう本当に申し訳ないかわいいこのハプニング可愛くないですか？あ本当ですか？そうなんかトラブルとかじゃなくてもう気持ちよすぎて、なんかあとは病院のスタジオであったちょっと心霊っぽいハプニング病院のスタジオってもともと病院だから一つしかないじゃない？一応2つか3つぐらいあるけど、まあ多分一番有名なとこで、なんかそこに行って撮影した時に分娩台こういうやつそうに乗って、まあ、気持ちいいことされちゃうみたいな、なんかよくあるやつを撮影するってなってそう分娩台の方行った時に「つかちゃんちょっと待ってて」って言われて、その分娩台の上から撮れるように上にカメラつけてたんだけど、上にカメラがあってここにそのカメラの映像が見れるモニターがあって、モニター見たら誰も触ってないのにずーっと上下にバーって映像がブレてて、ずーっと触ってないのにそれで何これと思ってで一回電源切ったりとかしたんだけど、電源切ってもずーっとこんなんで怖っと思ってでちょっと待っててって言われて一回戻ってでカメラを結局変えてやりましょうってなってやってて、でまあアン言ってたのこうやってアン言っててでパッてこっち向いてアンしてたらこっちにファーって人があそういう話にまだ夏じゃないよいやでもそろそろ暖かくなるそのスタジオ3回行ったことある。あでも私もでも最近行かなくなったな。で実態はあんまりつかめないんだけど明らかに人影で、ふわってなんか男の人っぽい人がスーって通ってて、あれ誰か通ったかなと思って見たけど、そこにいるスタッフさん全員そこにいるんですよ。あれと思ってなんか人通ったって言ったらようこそこちら側へって言われたそうだから私霊感とかないけど初めてそういうの。あ本当？初めては現場でそう本当はそういうゴーストストーリーとかすごい好きけど、すぐ鳥肌出る。涙ちょっと出た。いいとことある、だからすごい想像できるね。あそこにあそこそうありがとうございます。どういたしまして。わあ初めて怖い話なんかでもそれぐらいしか思いつかなかった。いやでもすごいですよモザイクなし、そのお化けはモザイクなし見れたからいいんですか？そうですそうてかもうセルフモザイクだったから怖い最高でございます。事務所にいくら持ってかれてるのかが分かるようになった。そしたらお母さんがいつも応援してくれてありがとうございますママから仕事終わった後が一番Yes! めっちゃ分かる本当に。うっしゃ今日ぞみたいななんか